皆さんこんにちは、ガチェログです。今日はこちらレドミースマートバンドプロの1週間レビューをお届けしたいと思います。早いものでもう1週間経ちました。それでですね、この期間の間に良かったこと、そしてここはちょっと気になるといった点を含めて1週間レビューをお届けしてみたいと思います。かれこれですね、私はファーウェイバンド6ですね、9ヶ月間使ってきています。これが発売されたのが2021年の4月の末頃なんですね。それからもう9ヶ月ぐらい使ってきて、そしてこのレドミースマートバンドプロレビューしている状況です。その上でですね、どうしてもこちら長く使ってきたというのもあるので比較してしまいがちかもしれませんけども、結構いいライバルになるんじゃないかなと思いますので、比較も含めながらレビューしてみたいと思います。それではですね、本日も行ってみましょう。はい、というわけでまずこの1週間使ってきて大変良かったなと思う点からスタートしてみたいと思います。その一つはですね、 AOD が非常に便利だっていうことですね。こちらのファーウェイバンド6でも AOD ついていたらいいなと言っていた点です。で、設定方法もここでちょっとご紹介したいと思いますけども、このホーム画面をこのようにスワイプします。そして設定ボタンを押します。このディスプレイっていうメニューを押します。そうしますとここの真ん中のところに常時オンディスプレイって書いてありますね。で、これ今オフになっていますが、このようにしてオンにします。そうしますとこのように警告が出てきます。バッテリー駆動時間に影響しますが続きますかとありますのでオンにします。このように許可しました。今オンになっていますけど、何時から何時までの間それをオンにしますかということになりますので、今これ設定してありますけども、朝の7時から夜の22時まで設定をオンにしてあります。この時間の間だけ AOD が動作することになります。どうでしょうかね。ファーストインプレッションでお見せしましたけど、本当に見やすいですね。屋外でも視認性が非常に高くて、サングラス越しでもしっかり見ることができます。しかしながらバッテリーの消費が大きかったっていうのも判明しましたので、この後ご紹介するバッテリーの面で気づいた点のところでご紹介したいと思います。では次ですね。それはバッテリーの持ちが良いといった点です。これは強烈ですね。メーカーの交渉値では14日から20日ぐらいと書いてありますね。今私が設定している要素はこうなっています。ヘルスケアに関しては基本的には全部オンになっています。 SpO2 の計測も睡眠時ですけどもオンにしてあります。30分間隔ですね。そして睡眠計測ですね。これコードというところになっています。で、心拍に関しては30分ごとの計測、そしてストレスの計測もオンになっています。で、持ち上げてスリープ解除っていうのは標準の設定になっています。 AOD に関しては今オフになっています。 AOD をオンにした場合とオフにした場合で結構大きな差が出てきましたので、これも少し後ほどご紹介しますね。そして DND っていうのがあるんですけども、この時間からこの時間までは画面を点灯しない、そして通知をオフにするといった機能があります。それも夜の6時から次の日の朝の6時まで、約12時間に関してはその DND をオンにしています。そしてワークアウトに関しては30分から45分ぐらいの間の範囲でワークアウトを行っています。ですので結構使ってると思うんですよね。本当に電池の持ちが良くて、バッテリーに関しては計測している最中にはなりますけども、この AOD をオフにした場合ですね、だいたい1日あたり3から 4% ぐらいの減になります。強烈なバッテリーの持ちですよね。ですので3日間でだいたい 10% ぐらい減るっていうことになります。このままいきますとですね、だいたい20日以上持つ計算になってしまうんですね。バッテリーの容量が 200mAh もありますので、それをもってしてもですね、20日から30日ぐらい持つっていうのはちょっと強烈ですね。そして AOD をつけていた場合のバッテリーの持ちに関してですけども、先ほどと同じ条件で計測した場合なんですけども、だいたいですね 100% から0% 全くなくなってしまうまでだいたい5日間でした。5日間でゼロになってしまいました。だいたい1日あたりですね、20% ぐらい減るかなという感じですね。これはちょっとショックですね。思いのほかもっと持つのかなと思ったんですけども、先ほどの AOD をオフにした場合とオンにした場合では全然違うわけですね。だいたい5倍ぐらいの消費速度が上がってしまうってことですね。ちょっとこれは消費大きすぎかなと思います。もちろん AOD も何時から何時まで動かすっていうのはさっきお見せしましたので、
それをなるべく短めにすればバッテリー消費を抑えられるわけですけども、1日あたりですね、朝6時から夕方6時まで12時間動かしていたとしてもそれぐらい減ってしまったので、ちょっとこれ意外でしたね。ですのでこれからね AOD に期待して購入される方はそのあたりはちょっと踏まえていただければと思います。そして次ですね、それはディスプレイの視認性が高いといった点です。この自動明るさ調整機能がついてるっていうのが相当効いてると思います。今家の中で撮影していますけども、このまま外に行っても明るさ調整機能が働いてはっきりこのように同じように見ることができます。加えてですね、次の点です。それはバンドの付けやすさがやっぱり際立っているといった点です。もともとこの B スマートバンドシリーズで使われているこのバンドですけども、やっぱり秀逸ですね。本当に付けやすくて気に入っています。はい、差し込んでこのようにセットすることができます。ということでこのバンドの装着がやっぱり楽だったなと思います。そして今これ替えバンドを使っているんですけども、これはアリエクスプレスの方でサプライ品のものを購入しました。だいたい2、300円ぐらいだったでしょうかね。様々な色がありましたので、これグレーなんですけどもほぼブラックに近いので、またちょっと他の色を選びたいなと思います。次のね良かった点ですけども、画面が消灯している時に画面をタッチすることによってディスプレイがオンになるといった機能ですね。これはファーウェイバンド6に関してはついてない機能なんですね。画面をタッチしても画面が点灯することはないんですね。このサイドボタンを押すか手首を回すかによって点灯することになります。それに対してですね、こちらを見ていただければと思いますが、画面をタップするとこのように点灯することができます。ワンタップでいいんですね。ですのでちょっとね触っただけでもついてしまうことはありますけども、サイドボタンがこちらはついていない代わりに画面タップで時間がねすぐ分かるというのはいいのかなと思いました。次はですね、ワークアウトにスムーズに移行することができるという点です。やっぱり屋外でですねワークアウトを行う時にすぐに飛ぶことができないとちょっと面倒くさいなと思いますよね。そういった面で例えば屋外ウォーキングしたい場合ですね、このように下からスワイプします。そうしますとワークアウト一番上にありますので、今設定はこのようにしていますけども、ウォーキング一番上に出てくるように設定してあります。いきなりねこうやって飛ぶことができます。そうしますとこのようにね心拍の計測するのでバンドしっかり締めてくださいと言います。スマホの GPS と連動しまして準備万端ですよというふうになっています。でこのようにね今位置情報ありませんで出ちゃいましたけど、このようにスタートすることができますので簡単にワークアウトに飛ぶことができました。そして情報ですね、ワークアウト中の画面になります。心拍、距離とか時間ですね、そして平均ペースとかケイデンス、ストライド、いろいろな情報が出てきます。そして音楽再生コントロールもこのように出てきます。ワークアウト中にスマホの音楽とかね、いろんなポッドキャストとか含めて音声のボリュームの調整、そして一時停止、再生、次へ飛ぶ、戻すってことができるようになっています。そしてさらにですね、止める時、これ大事なんですけど、これやり方わからないと困っちゃいますね。今、動いているとして終了する時ですね、ここ長押しします。終了ボタンを3秒間押しますとこのようになって終了していいですかっていう内容ですよね。そしてOK しますと終了することができます。こうやってねワークアウトに簡単に飛ぶことができますので、これ本当に楽だなと思いました。1週間使った上で良かった点の最後の点です。それはここですね。今これついていますけども、5分間スリープ解除ってなっています。オンにすることによって5分間ずっと点灯しっぱなしにしてくれる機能なんですけども、これはレビューをするものからするとすごい助かります。できることならばもっと15分とかね20分とか30分とかそういう変えられるのであればなおさらいいんですけども、よくあるね10秒20秒で消えてしまうことを考えると5分間ずっとついててくれるっていうのはレビューするものからすると本当ありがたいですね。でもこちら5&6 はもっと上を行っていました。今オンにしていますけども、これ設定でね今20分間点灯するようにできています。20分間ずっとオンにしているとほぼほぼですね、もうレビューしている間はずっと点灯しっぱなししてくれるので本当助かりますね。これはやっぱりレビューするものからすればっていう話になりますけども、本当にこれはいい機能だなと思いました。ではですね、後半は気になる点についてお伝えしたいと思います。はい、ではですね後半になります。ダメな点というわけではありませんけども、ここはちょっと気になるなという点をお伝えしたいと思います。それはですねアラームに関してです。
この中を見てみますと、ここに今ありますね。このように今6時10分というふうに設定して毎日設定していますけども、オンオフしかここでは設定することができないんですね。ということは、じゃあどうやったら6時10分って設定できるのかっていうことは、スマホからしかできないんですよ。アプリを通してでしかアラームの設定ができないようになっています。別にそれでもいいっていう方ももちろん少なくないとは思いますけども、急遽ですね、7時に設定したいなと思った時にスマホを持ち出さないとできないんですね。それはちょっとどうなのかなという気がします。ここでやっぱりできるようにしてほしいなっていうのが一つありました。そして次ですね、文字盤でデジタルの秒数表示ができないという点です。もちろんAndroid の方では Xiaomi Wear の方なんですけども、このアナログの時計に関しては秒数表示できるんですね。今秒数表示やってますよね。デジタル表示の文字盤を選びますと、秒数を表示してくれるものがどれもないんですよ。これはちょっと残念な点でした。これもそうですね。気に入っているんですけど、秒数表示あったらもういいなと思いました。これもそうですね。これもそうですね。そして先ほどからお見せしているこちらも秒数表示がありません。ひょっとしたらなんですが、秒数表示をすることによってやっぱりバッテリーの消費っていうのが多少なりともね影響があるというふうに思われますので、あえてそれをなくして消費電力かなり抑えてこういうね文字盤に限っているのかもしれません。ただですね、やっぱり慣れてしまえば別になくてもいいのかなという感じもしますので、それはですね好き好きなのかなという感じですね。そして最後の点ですね。気になる点というより仕方ない点ですけども、こちらになります。今メニューの方から一番下のバンドについてってありますけども、規制情報というのがありますね。これをタップしますと各国の規制ですね、マークが出てきます。そうして一番下まで見てみても履歴マークがありません。はっきり言って本当に残念の一言です。もしかしたら今後アップデートで対応するかもしれませんね。グローバル版で今これ購入しているんですけども、国内向けに正式に販売されるようになった時には当然ながら技的マークつけて国内正式販売になると思いますので、そのタイミングでひょっとしたらアップデートでついてくるかもしれません。これはちょっと何とも言えませんけども、国内発売がもしあった際にはちょっと確かめてみたいと思います。ぜひね、アップデートで対応してくれたらいいなと思います。同じ筐体であれば、それが可能なのかなという気もしますけどもね。そういった面ではね、このファーウェイバンド6はもともとグローバル版で購入したんですが、技的がね、ちゃんと昔からあったので、これはすごいなと思います。で、ジャパンありますね。これ技的マークちゃんとついてるわけですね。というわけで今回この Redmi スマートバンド Pro の1週間レビューについてお伝えしました。私個人的に言ってこのファーウェイバンド69ヶ月間使ってきた上で1週間今使っていますけども、結構良好だなという感じです。これはこれで全然申し分ないんですよね。はっきり言ってどっちもいいですね。どっち選んでも問題ないかなと思いますし、できるならこうやって2つ持ってるといいんじゃないかなと今思ってきましたね。こちらはファーウェイ、そしてこちらはシャオミですけども、このデザインがトレンドになるっていうのが本当よくわかりますね。で、今後楽しみなのはやっぱりこのファーウェイバンド6の後継7に関しまして、以前動画にも出しましたけど、やっぱりフェリカとかね、そういうお財布機能がついていたり AOD がついて、なおかつぜひ14日間2週間ぐらいバッテリー持つとかね、あったら本当に優れてきますね。でも今後ね、使い込んでみてレビューをしてみたいと思います。ではこの動画が良かったという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。